はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。はい、今回もね、キジトラを作っていこうというところで、レッスン動画第2弾です。で、最初に告知させてもらうと、今回ね、このレッスン動画1から9まであるんだけども、それを全部見てね、作品を作り上げた人の中で、希望する人は僕の方にね、完成した写真を送ってもらって、で、そのね、写真を見ながら僕がね、アドバイスの動画を作って送ります。でね、一回出来上がりを見て僕が添削をしてこういうとこ直した方がいいですよって言って返します。そしてそれを直したらもう一度ね写真撮って送ってください。でそれに対して最後ね次につながるようねアドバイスをしたいなって思ってます。はい、そんなところです。でねこの応募要領とかっていうのはまた後日改めてね分かりやすい動画を作るのでその時にね確認をしてください。じゃあねこれから本編に入っていくんだけども今日見てもらうのは目玉の作り方を2種類それから土台の作り方、ほんとベースのベースを作り方。この作り方が今までとは違って新しくなっているので、ちょっとね、ここをね、チャレンジしてみてください。そんなに難しい話じゃないです。で、目玉の作り方に関しては、まず一つ目はね、この、過去動画にもあるんだけども、僕の アイシートを使った時の作り方と、今回新たにね、レジンを使って着色していく方法。ね、この2つをね、紹介したいと思います。で、目玉はね、これ自由です。ただ、今回動画の中では 12mm のサイズで作っているので、12mm サイズの目玉であれば、特にね、市販の目玉を使っていたりとか、あるいはね、自分で作ったものでも全然何でも構わないんで、目玉は自由にしてください。これはね、もう目玉の作り方は参考程度の話なので。もし IC シート欲しい人がいたら、これは概要欄の方に貼っておくので、そちらからね、購入できるので、そっちから購入してください。はい。でね、次、今日のゴールをね、しっかり理解しておこうっていうところで、まず目玉を作ってみるっていうことと、これ。今日の完成させる形はこれです。そんな難しい話じゃないんでね、猫の顔を下書きしてみようっていうところまでやってみます。四角と丸を最初につなぎ合わすっていうところの作業がね、今までとは全く違うので、でもこれをやることによって、かなりね、ここから先の作業がやりやすくなってると思うので、ぜひね、ちょっとね、チャレンジしてやってみてください。はい、それじゃあね、本編に入ります。はい、レッスン2頑張ってください。はい、それではね、アイシートを使った目玉の作成要領というところで簡単に説明していきます。これはね、過去動画でも説明しているので、ね、ざっくりと流しますね。アイシートをこれ、印刷しているものなので、どうしてもね、黒目の部分がね、紫っぽくなっちゃう時があるんです。ボンドとかの相性によっては。なので、ボンドでつけた方がいいんだけど、色が変わっちゃうかもしれないので、今はね、レジンでこうやって接着することを推奨してます。まずね、1滴くらい垂らして、レジンライトで照射して固めてください。これはね、単純な話なので。でね、これね、できればね、1個ずつやった方がいいです。2個いっぺんにやりたいところなんだけど、こうやってね、1滴垂らして、ガラス乗っけた後、結構ね、自然に、勝手に、ガラスがね、動いちゃうので、なので、一個一個確実にやっていった方が無難です。で、この時ね、空気しっかり入らないようにしてやってください。で、これをね、ちゃんと1分間くらい照射してあげると。で、終わったら、あとハサミで切り出すんだけど、この時ね、このレジンで接着する人は気をつけてほしくて、これね、ガラスの目玉ギリギリをハサミで切っちゃうと、せっかくね、レジンで固めたところがね、パキってこう剥がれちゃうのね。剥離しちゃうから、1ミリとは言わないけれども、切りやすい部分を切って、ね、側はね、埋まってしまうので、そこはね、あまり気にしないで、綺麗にカットする必要はないです。あまりね、このはみ出たレジンのところをね、ハサミで切ろうとすると大変なので。はい、ここからはね、レジンで色をつけていく方法をやります。でね、準備してほしいのは油性のマジックなんだけども、おすすめは三菱のペイントマーカーっていうこのマーカーを用意してください。普通のね、なんて言うんだろう、油性のマジックとかだと黒目がね、ギラギラ光っちゃうから、で、これはね、比較的反射しないので、いいんじゃないかなと。あるいはね、絵の具で、ここはね、アクリル絵の具とかで黒目を塗るようにしてみてください。でね、こうやって、ガラスの裏に直接目を描いてみる。
で、ただね、気をつけてほしいのは、最初ね、これなかなかうまくいかないと思うの。で、はみ出てもいいんで、後から削るので。でね、ひっくり返すとね、目の大きさ、書いてる大きさと目の大きさは全然違うので、確認しながら希望の大きさにしてください。で、目打ちとか先の尖ったものでね、こうやって細かく削っていってください。で、時々ひっくり返して大きさを確認しながら。とにかくね、慣れるまではね、これめちゃくちゃ大変です。なので、この細かい作業が苦手な人はアイシートとかが楽なんじゃないかな。あとはね、市販のね、目玉使うのがいいんじゃないかなと思います。で、今回はね、細かく削る作業ははしょるんだけれども、まあ大体形ができたら、こうやってね、マジックの上にレジンをね、薄くコーティングしてください。もう薄塗りしていいです。で、マジックの上だけじゃなく、マジックで塗った分よりちょっとだけね、多く余分に塗ってあげてください。広く。これね、何のためにやってるかっていうと、本当はね、実験的にやってた時はこのままね、違う色を周りにのせてたんですよ。するとね、時間経つと滲んじゃうんですよね、マジックのインクが。なので、一度この透明なレジンでコーティングして、液漏れがしないっていうかな、マジックのインクがはみ出さないようにこう閉じ込めてやるっていう作業です。塗ったらレジンライトで照射して固めてあります。で、この間にね、黒目のちょっと周りにね、色をつけたいので、その色を作っていきます。で、この使う色は、作りたい目の色でね、いろいろ考えてやってください。で、今回はね、黄色い目玉を作るんだけど、黒目の周りにちょっとね、薄く緑を入れて、虹彩ですね、虹彩の部分をね、表現したいと思います。これはね、あれです。色ね、よく見ながらやってみてください。確認をしながら裏返して。良ければレジンライトで照射して固めます。そしたらね、次ね、今度ね、全般的な目の色を作っていきます。今回はね、黄色い目玉にしようと思うので、白と黄色を混ぜます。でね、これね、色混ぜるときに、白に対して色を足してって色を作るようにしてください。これ逆にしたらダメです。濃くなっちゃうんで。あくまでも白から色を変えていくっていうやり方の方がね、失敗しないと思います。で、思ってるよりね、案外ね、なんていうかな、白に限りなく近い薄い色の方がいいです。どうしてもね、こう色をつけようと思ったら濃い色になっちゃって、で、実際固めてみたらね、かなりなんかものすごい鮮やかな色になっちゃって不自然っていうかね、ぬいぐるみっぽくなっちゃうので、ここのね色はねちょっといろいろ何度も研究してねやってみてください。こうやってねガラスに色がついてない部分につけていきます。で、まあ結局はね、全般的に裏側にね全部かぶせるように塗るんですけど、きっちり端っこまで塗らなくてもひっくり返したらね、まんべんなく色行き渡っているので、よかったら最後はレジンライトで照射して固めてください。はい、こんな感じで出来上がります。まあ簡単にね、ちょっとねリアルな目が作れますよってところで紹介しました。はい、ではね、いよいよここから新しいベースの作り方をやっていきます。まあ作り方はね、至って簡単です。まあ四角と丸を作るっていうだけですね。そんなに難しい話じゃないです。でね、大きさはね、まあだいたい横4センチ、縦に6センチくらいのものを目指して作っていきます。まあイメージしやすいのは砂糖の切り餅、あんなねお餅1個ぐらいのね大きさにするといいんじゃないかなってところでね固めていきます。はい、ちょっとね単純作業になるので4倍速で進めていきます。でね、硬さはねガチガチにする必要はないです。まあでももちろんある程度硬さにはするんだけど、ガッチガチにしちゃダメです。っていうのはね、あんまり刺しすぎると羊毛の繊維壊してしまって固まるのを限界超えて、今度ねそれを超えるとね固まらなくなっちゃうんですよ、繊維が壊れて。なので固めすぎはダメです。
でね、今これね、真ん中の方がちょっと緩かったので、こうやってね、付け足して固めていきます。なんていうかな、やっぱり一発で仕上げようとしないで、もうとにかく微調整をしながらやっていく。して、こうやってね、四角を作ってるんだけど、最初は形にこだわって、形が良くなったら全般的にそれを、形を守りながら締め込んでいく。だけど、その形を守りたくて、締め込んでいくっていうかね、この固めていくのを恐れちゃうと、固めるとさ、へこんじゃうからね。それを恐れすぎちゃうと、ふにゃふにゃの場所が出てきちゃうから、やばいところはもう遠慮なく潰して、形変わってもいいから潰してあげる。で、形が変わりそうなところはさっきみたいに羊毛を足してあげれば、しっかり形も作れて固めることもできるんだから、とにかくね、継ぎ足し継ぎ足しで形を整えながら全般的な硬さを均等にしてあげる。でね、今ね、これ刺してる針っていうのは、極細針とかでね、これは細針。細針と極細針を交互に使って、全般的に同じ硬さになるようにしてます。はい、こんな感じね。で、最初にもね、言ったけど、12mm の愛で作るんであれば、このね、幅がね、横幅4センチ。で、縦に6センチぐらい。これ大体でいいんだけど、それぐらいになってれば OK です。はい、じゃあね、次。これはね、今までと一緒で丸を作っていきます。これもね、そんなに難しい話じゃなくてね、単純作業になるんで4倍速で進めていきます。これもね、四角の時と一緒です。どんどん形をまず作っていって、締め込みながらね。で、やばいところは、しっかりと、羊毛を足しながら形を整えていくとかね、そういう風にしてやっていきます。これね、僕結構慣れてるから、結構見てたらね、危なっかしい刺し方してるんだけど、怪我しないように皆さん注意してくださいね。結構これ固める時ってすごい勢いで刺してるから、もうほんとね、間違って刺したら結構な怪我しちゃうので、血も止まらなくなっちゃうしね、十分注意しながらやってください。これね、今側面を潰しているのと、あとこの、なんだろう、角っこ、そこもね、しっかり潰して固めていってあげないと、やっぱり弱い部分が出てくるのね。で、今ね、これ補強してるんだけれども、弱い部分は特にこの側面の部分に足してあげて、で、しっかりこうやって固めてあげる。それでね、だいたい綺麗なね、この丸ができるから、そういう風にやってみると。で、とにかくね、刺しすぎに十分注意することで、とにかくね、これね、僕今刺し込むのに使っているのは、一番最初ふわふわの時はスピード針を使っているけども、その他はね、あとはね、もう細針と極細針でこうやってね、形を作っていってます。あんまりね、太い針でやっちゃうとやっぱり繊維をね、壊しちゃうので、できる限り最初ある程度固めて形ができたら、細めの針でね、こうやって仕上げていくのがいいんじゃないかなと思いますよ。はい、このね、丸もだいたいね、4センチぐらいなってればいいかなっていうところですね。12mm のね、愛を使うときは4センチっていうふうに覚えてたらいいかなと思います。でね、こうやってさっきの作った四角と合わせてこういうふうにくっつけていきます。ひとまずね、こんな感じでつないで、これ周りはね、これから補強をしていくので、まず固定し刺さったらこうやってね、これぐらいの量をね、刺し固めて固めちゃいましょう。ここで、今刺している部分はね、この首の部分になるので、顎の部分っていうかな、ここをね、その土台になるからしっかり固めていく。ここもね、単純作業なんでね、ちょっとね、倍速を上げます。しっかりとね、このつなぎ目をくっつけてあげて、この段差をなくしてあげるようにしましょう。で、これはね、横も上も全部やっていきます。で、これもね、今使っているのも全部細針です。しっかりとね、くっつけていきます。
で、今やってるとこですね、この首の部分っていうか胸の部分になるとここもね、この時点でこういう風にね、少し潰していっていいです。で、今これ頭のてっぺんの方やってるんだけど、顔の横とね、四角と丸のつなぎ目、あれね、そのまま気にしないで、つなぎ目だけが消えればいいです。こんな感じですね。こんな風にしてみましょう。まずはこの形、ここまでを作ってみるっていうことをやってみてください。はい、ここから次の工程に入ります。これね、必ずしもやらなくてもいいんだけれども、イメージを図るために、ちょっとね、マジックで下書き、顔の下書きをしてみましょう。で、まずはね、定規を使って、縦横、しっかりまっすぐ引きましょう。おおむね中心線になるんでね。まずはね、この円に対しての中心を書いてみましょう。顔のね、中心点の話をしたけど、まずそれはちょっと無視して、この円の中心をまず書いてみる。だいたいこんな感じですよね。でね、このね、円の一番下に来る部分、そこに、ひげ袋が来るんですよ。なので、まず、ひげ袋を書いてみる。これね、あんまり大きくなりすぎないようにね、ひげ袋。まずざっくりと下書きなんで、顔のイメージをするだけなんでね。こんな感じで、ひげ袋がこの位置に来るんです。で、鼻をちょっと描いてみてね。鼻の形は正三角形だよね。で、そこからね、こう、ざっくりとでいいから、こう目玉の位置、この辺になるなっていうのをね、ちょっと描いてみてください。で、もしね、これ、モデルの子を見ながらやるんだったら、モデルの子の写真見ながらね、顔を真似して描いてみるっていうことをやらなきゃいけないです。まずざっくりとだけどね、目の位置はおそらくこのくらいの位置になるんだよね。で、目の位置が描けたら、こうやってね、前回言ったように、この顔の中心点がこの位置に来る。で、顔の中心点がここに来るから、それに合わせて顎の位置がね、分かってくるので、顎のこの土台を作ってあげます。これね、本決まりのね、本物の顎にならないので、あくまでも顎の土台の部分だから、まずざっくりとね、ちょっとこんな風に刺して固めてあげる。はい、ここまでできるとね、顔の中心点がね、合ってるのがわかるよね。これをね、ちゃんとチェックしながら作るようにしましょう。はい、お疲れ様でした。というわけでね、今回、目玉の作り方と、ベースの作成までいきました。でね、下書き書いてみて、なんとなくちょっとね、完成がイメージできるんじゃないかなと思います。で、次回ね、レッスン3では、今日作ったね、ベースの状態から、目玉をつけて、もうどんどん肉盛りをしていって、顔をね、完成させるところまでいきます。というわけでね、ぜひね、次回もチャレンジして頑張ってみてください。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。